さあ、舞台の展開終わったぞ。どうしたんだ？沢のやつ、ショーの配分に納得いかへんのやって。なんで隊長が向こうの隊なの？模擬戦だからってなんだか納得いかないの。4対2ではあまりにも不公平だろう。だからせめてというカリン様のご配慮だ。受け入れるしかあるまい。兵力の差でとっくに不公平なの。それに沢たちの戦い方は隊長全部知ってるの。だからこないだ隊長抜きで作戦会議やったやないの。フーやリンからもいろいろ教わっとるし、今日は今までみたいにはいかへんって。それに隊長に武人としての働きは期待できないからな。実際のところ向こうの戦力は大して変わらないと思うぞ。わかったの。なら今度こそ勝つで。うちらの可愛いさあ、いつも言うとるあれ何やったっけ？うにゃちんのウジ虫野郎なの。相変わらずきついなそれ。ともかくそいつらに勝たせてみせるで。おう。わかりました。兄様が本陣で構いませんか？作戦は指示してくれないの？そうですね。親衛隊も兄様の指揮は今まで受けたことがありませんし、それに慣れるまでにも時間がかかってしまうでしょうし。ならルル、いつもので行こう。それでは兄様、全体の把握はお願いしますね。キーもルルも釣りに引っかからんな。隊長が指揮しとるなら絶対食いついてくると思ったのに、指揮してへんのかな。かまへん。二人とも釣りが失敗した時の作戦も把握しとるはずや。うちら後方が動くんはもうちっと後や。敵の展開が早い。沢教官たちだいぶ厳しい調練をしてるみたいね。わかりました。ならこちらもそれに合わせましょう。総員行動開始。隊長はこちらの誘いに乗ってこなかったか。それともそれも読まれていたか。さすが春蘭様の片腕。常に前線に立つことを恐れぬか。ならば巨著将軍の相手は私がする。他の者は連携して親衛隊の攻撃を受け止めろ。沢の移動が終わるまで何とか持ちこたえるのだ。ならこのまま親衛隊を取り囲んでヒーヒー言わせてやるの。
けど魔王ちゃんの陣の側に逃げ道を作るのは忘れちゃダメなの。そんなこと言ってる口はその辺の兵士の尻に挟んで閉じちゃうの。ルルちゃんの相手は私がするから分かったらさっさと行くの。あれ、囲まれちゃったか。さてどうなさいますかな、巨著将軍。別に。ほう。総員密集隊形。数人で固まってかっこ撃破されないようにね。一番熱いのはなら東側に戦力を集中。思いっきり叩いて。何？さてそれじゃあいくよどうして？敵陣の薄いところを狙うのは並の兵のすることだよ。魏の性病は常に敵の一番熱いところを打ち砕く。なんとそのような計略が。シューマン様が言ってたんだからきっと正しいよ。いや、それは勢いだけで言ったのでは。なんや裏かかれまくりやないの。わかっとる。こっちも兵出すで。東に抜けるんなら後ろから沢と一緒に連中の尻叩いたる。お待たせ、助けに来たで。魔王ちゃんダメなの。まさかルールキーと一緒に反対側を攻めとるんとちゃうん。そっちはキーがやってくれてますから。総員突撃。こんなところで二面作戦かいな。兄様もうまく支援してくれて助かりました。ちょっと隊長、どっちの味方な？問答無用なの。次のお昼は隊長持ちで豪遊してやるの。しかし
現場でのあの切り返し、やはり戦闘経験の差は違いますね。もう、なぎちゃんまで。みんな、演習は見せてもらったわよ。お疲れ様。カリー様、ションラン様。おお、キーか。終盤の本郷との攻撃、なかなか良い判断だったぞ。本当ですか？うん。敵陣の一番熱いところを圧倒してこそ、敵の自信は打ち砕けるのだ。それこそが我ら最前衛の役目。よくやったな。ありがとうございます。ルルも見事だったぞ。手すきになるはずのキーの後方、よく守りきったな。いつものことですから。でも、ありがとうございます。お前は見ていただけだろう。最後にキーの尻馬に乗っかって一撃くれただけではないか。なら見ていただけの賞として、カズトはこの模擬戦どう見たのかしら。ブー。それはカズト？あなたの指示？やっぱり隊長、指揮してなかったの。こういう模擬戦では少々混乱させるくらいの指示をして無茶な運用も試してほしいのだけれどね。そのための訓練兵相手でしょ。なんや、うちらはかませ犬かいな。死ぬ危険もなく我が軍の精鋭と正面から向き合えるのは新兵にとってそれだけで収穫と思わないかしら。まあ、そうやけどな。まあいいわ。みんなその一点を除けば十分な成果だったわよ。今後の課題も見えたでしょうから、一層の向上を期待するわ。はい。わかりました。ならナギたちは訓練場の撤収の用意を、キーたちは城に戻ってそちらの片付けを指揮なさい。風呂の支度もさせているから、終わったら順番に入るといいわ。本当ですか？やったー！それでは解散。ええなあ。うちらも買って先にお風呂入りたかったわ。私たちも早く片付けてお風呂入るの。なら急いで片付けるぞ。じゃあ兄ちゃん、早く帰ろうよ。そうですね。すぐにナギさんたちも戻ってくるでしょうし。そっちの荷物は倉庫に戻しておいてください。はい、ちょうどこちらも終わったところです。それじゃあ今日は解散だよ。みんなお疲れ様。じゃあルル、兄ちゃん、お風呂行こう。兄ちゃん一緒に入らないの？私たちが出る頃にはきっとナギさんたちも戻ってきてますよ。
もお風呂から出たら僕たちすぐご飯食べるよ。兄ちゃんも一緒に食べようよ。ご飯食べる前にその泥だらけの体なんとかしてほしいんですけど。だから兄ちゃんが僕たちと一緒に入るのが一番なんだってば。ほら行こう。そうですよ。薪だってただじゃないんですよ。だってお風呂ってめったにないんだもん。入れるときにしっかり楽しまないと。ちょっとキイ、待ってよ。兄様、ちょっと見ないで。もういいですよ、兄様。裸なんて兄ちゃんにとっくに見られてるくせに。ルルったら変なの。うるさいわね。ですよね。じゃあ僕も悲鳴あげた方がいいの？兄ちゃんの変態って。難しいな。やった。だってここのお風呂背中に岩が当たって痛いんだもん。こっちの方がゆっくりできるでしょ。気持ちいい。そっか。こうすればいいんですね。お邪魔ですか、兄様。手が当たっちゃった？ごめん兄ちゃん。ルルのおっぱい触ってた。ちょっとキイ！だってルルのおっぱい前よりなんか大きくなってたみたいなんだもん。だから前触った時と比べてどうなのかなーって。もう兄様の前でそんな話しないでってば。
思う？兄ちゃんも触ってみてよ。約束ですよ。で、兄ちゃん、どう思う？春蘭様やシュウラン様みたいに大きく。なんか、お尻のあたりにもぞもぞしてるものが。あれ？これって。ああ、兄ちゃんのおちんちんか。兄様、もうちょっと離れてましょうか？別にいいじゃん。それって兄ちゃんが僕たちのこと大好きだってことだもんね。女として見てくれているということですか？そうなんだ。なら僕、兄ちゃんのおちんちん大きくできて嬉しいな。なら、このままでいいですか？はい。あれ？そういえば前の時、兄ちゃんのおちんちんちゃんと見てなかったよね。ねえ兄ちゃん、おちんちん見せてよ。僕の中にどんなのが入ってたか気になるじゃん。それにどれくらい大きかったのかとかも見てみたいし。ほら、ルルも気になるよね。それは、ちょっとだけ。僕とルルしかいないんだからいいじゃん。ねえ、見せてよー。